じいちゃんの1977年式トヨタクラウンが3ヶ月ほど放置していたら、エンジンがかからなくなってしまったそうで、見に行きました。バッテリーを充電しても、セルモーターは回るものの、エンジンがかからなくなっていました。長期間エンジンをかけていないと、キャブレターという燃料と空気を混合させる装置が劣化したガソリンにより、詰まってしまうことがあるそうです。そこで、キャブレターのガソリンの通り道を掃除してみることにしました。キャブレターには2箇所内部の掃除ができる穴が開いていて、その穴の蓋をしているボルトを外すために、邪魔になる周りの部品を外していきました。この車のキャブレター装置には、アイドリングや加速灯、様々な状況に合わせて最適な空燃費になるように、補助装置が周りについているようでした。キャブレターの仕組みはまだ全然わかっていませんので、周りの装置の働きも全然わかっていません。ようやくバキュームとスロットルにつながる装置をずらすことができました。このボルトを外して中を掃除したいのです。ボルトを緩めています。ボルトは無事に外せました。図面によると、奥にある穴がセカンドメインジェットというガソリンの1ミリくらいの穴の通り道だと思われます。もっとドロドロに汚れて詰まってるイメージでしたが、錆はあるようですが、詰まってる感じはあまりしません。キャブレタークリーナーを噴射して、セカンドメインノズルまで開通しているかを確認しています。液は出てきたので、開通はしていました。次は、ファーストメインジェットが詰まってないかを点検するために、蓋のボルト周りの邪魔な部品を外していきました。周りの部品には小さなスプリングがついているので、飛ばさないように慎重に作業しています。周りの部品が外せたので、蓋のボルトを外していきます。こちらは中の錆がひどい感じです。ジェットの穴も開いているのかわかりません。真ん中に小さな点が見えます。穴は詰まっていないようです。細いピアノ線を挿入して、ジェットの穴が開いているかを確認しています。先ほどのセカンドメインジェットと同じように、ファーストメインジェットにもキャブクリーナーを噴射して、ファーストメインノズルから液が出てくるかを見ています。しかし、こちらは全く液が出てきません。キャブレターの内部の仕組みは複雑で、全く理解してない私たち素人には、液が出てこないのが詰まっているからなのかは全くわかりません。
この説明図をもとに適当にやってみてるに過ぎません。綿棒で掃除してみると、黄色の汚れがついていました。綺麗になるまで繰り返しました。ジェットの周りを掃除しても、やはりファーストメインノズルからは液が出てきません。メインジェット側の蓋のボルトにはヘドロ状の汚れがたくさんついていました。今の私たちの知識と技術ではこれ以上のことはできそうにないので、組み立ててエンジンがかかるようになったか試してみることにしました。この部品たちがどういう働きをしているのか、わかる方は教えてもらえると嬉しいです。バキュームのホースが至るところに張り巡らされていて、エッセとの違いに驚かされます。エンジンをかけてみます。火がいた。突然、キャブレターの中から火が噴き出して驚きました。ブレーキクリーナーをスターターの回り始めに、少し噴射してエンジンをかける方法でやってみたら、かかりました。ファーストメインノズルからは燃料が出ているのが見えています。しかし、アクセルをずっと軽く踏んで、1500回転以上にしておかないと、エンストしてしまいます。それで、アイドルアジャスティングスクリューをいじってみることにしました。アイドルアジャストスクリューを半回転ずつ緩めたり、締め込んだり、いろいろとやってみましたが、結局、ブレーキクリーナーの助けがないとエンジンはかからないし、アクセルを離せばエンストしてしまいます。
アクセルを少し踏んでいます。離すとエンストします。アイドルはジャストスクリューを外して、内部を洗浄してみることにしました。元の位置に戻せるように、時計回りに締め込み、何回回したかを記録してから、半時計回りに回して外しました。穴の中は煙があってよく見えません。アイドルアジャストスクリューには目立った損傷はありませんでした。アイドルアジャストスクリューと穴の中をキャブレタークリーナーで洗浄してみましたが、改善しません。現状、ブレーキクリーナーを少し噴射しながらかければ、必ず始動はしますが、回転数を1200以上にしてないと、アクセルを離すと必ずすぐにエンストします。セカンドスロットルバルブが動いておらず、これが機能していないせいかと思って、このバルブを動かすバキュームを見てみました。矢印の部品の中身を見ましたが、ダイヤフラグムに破れはなく、バルブの動きはスムーズでした。そもそもセカンドスロットルバルブの役割も分かっておらず、これ以上は何をしていいのか思いつきません。よく勉強してから再挑戦します。何かアドバイスあればよろしくお願いします。